皆さんこんにちは、かっちゃんです。みやき。ということで今日はお手軽に買えるえのきと常備しやすい海苔を使って巻いて焼くだけ簡単美味しい海苔巻きえのきを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はえのき1袋 200g、板海苔1枚、酒大さじ1、醤油大さじ1、片栗粉になります。調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまずえのきの軸の塊が残るように、先端の茶色い部分、石突きを切り落とします。では石突きを切り落としたら、小房に分けます。この束になっている状態を残しながら、つまんで小房に分けていきます。小房に分けたら、酒大さじ1、醤油大さじ1を回しかけ、全体になじませます。調味料を全体になじませたら、板海苔1枚の、まずこの短い方向に半分に切り、さらにこれを6等分、1枚を12等分の大きさに切ります。海苔を切り終えたら、えのきの12分の1に海苔1枚を巻きつけます。巻き終えたら巻き終わりを下にして平らな場所に置いておきます。そうすると自然と巻き終わりの海苔がくっつきます。だいたいこんな感じでえのきの中央あたりに海苔を巻いていきます。えのきに海苔を巻いたら表面に片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしたらフライパンに気持ち多めに油をひいて中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら片栗粉をまぶしたえのきを並べ入れます。では並べ入れたら底が色ついて衣固まってくるまで加熱していきます。加熱する際えのき水分多いので油跳ね気をつけながら加熱してください。はい。では色づいて固まってきたら返して半面も加熱していきます。はい。では両面が色づいてきたら取り出して油を切ります。では残りも同様に加熱していきます。はい。では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。えのきを噛み切るのが不安だったり、1本つながっていると食べにくい場合は、半分の長さに切ってお皿に盛り付けてみてください。OK。はい。ではこんな感じで巻いて焼くだけ、えのきでお手軽簡単絶品、海苔巻きえのきの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はお手軽に買えるえのきと常備しやすい海苔を使って巻いて焼くだけで簡単に美味しく作れる海苔巻きえのきを作ってみました。それでは本日はドライクリスタルで乾杯。乾杯。マイブームビール。じゃあ早速いただきましょう。今回はえのきと海苔を合わせてちょっ
とこう唐揚げのような感じで衣をしっかりまとわせながら焼き上げた海苔巻きえのきを作ってみました。でちょっとこんな感じで半分の長さに切ってあるんですけど、ちょっとえのきなので噛み切るの不安だったり、歯にね詰まったりするの不安な場合は、ちょうどこの海苔を境目に半分に切って食卓に出してみてください。しっかり下味ついているのでこのままいただきます。えのうま、めっちゃ美味しい。束になったえのきのコリッコリッとした食感に巻きつけた海苔の風味が美味しく、手軽に買えるえのきや常備しやすい海苔でお手軽簡単に美味しく作れます。えのきは先端の茶色い部分、石突きだけ切り落として軸を残してほぐすことによってばらけることなく海苔が巻きやすく綺麗に仕上がります。ほんとこう束になっているので、えのきのコリッコリッとした食感が美味しく、プラス表面に片栗粉をまぶしているので、中のえのきはコリッと、外側の片栗粉のザクッとした食感がとても美味しいです。で醤油や酒で下味をつけつつ、あとはこう加熱することでえのきの水分が飛び、うまくこのえのきの旨味が残って噛んだ瞬間に口の中にブワッと広がり、とても美味しく食べられます。あとシンプルな味付けなんですけど、えのきの旨味を生かしつつ、プラスこの海苔の風味がえのきによく合い美味しく食べられます。ほんとこう外側に片栗粉をまぶして、シンプルな味付けでもえのきの唐揚げのような感じで美味しく食べられます。調理工程も少ない油で揚げ焼きのような感じでお手軽に作れて、えのき裂いて調味料絡めて、あとはね、海苔巻いて焼くだけなので、とても簡単に作れます。でえのきは年中価格が安定してますし、海苔も買って自宅に常備しやすいので、お手軽な食材で美味しく作ることができます。味もしっかりしているので、お酒のおつまみや普段の食卓、ご飯のおかずにもいいですし、今回ね、ちょっとこう半分に小さめに切って、お弁当に入れても美味しく食べられるレシピになってます。ほんとすごいね、シンプルな味付けなんですけど、もうえのきの旨味で箸がね、止まらなくなるようなレシピなんですけど、えのきなので罪悪感もなく美味しく食べられるレシピになってます。はーい。ということで今日はお手軽なえのきと常備しやすい海苔を使った海苔巻きえのきを作ってみた動画でした。束になってコリッコリッとしたえのきの食感に海苔の風味がとても美味しいレシピになってます。ほんとこうシンプルな食材なんですけど、えのきの旨味がぐっと詰まっておつまみにもおかずにも美味しく食べられるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイえのき無限えのきです。